前回の動画で孤独のグルメに触発されつくねピーマンを作ったが、あれと同じ回に出てくる和風焼き飯、あれもすげえうまそうだったんで、今日はあれを見よう見まねで作ってみようと思います。まずは長ネギからさばいていく。先端を切り落とし、縦に切れ込みを入れ粗みじん切り。ネギはたっぷり入れるのがおじさんのおすすめ。そして梅干しを2つ、種を取り除き食感が残るぐらいの粗みじんにする。使う梅は蜂蜜梅のようなちょっと甘いやつじゃなくて、普通の酸っぱいやつがおすすめやな。そしてトッピング用の大葉、ヘタを切り落としたらくるくる丸めて千切りや。こいつは3枚から5枚ぐらいでちょうどいい。よし、仕込みはこれで以上だ。前回焼き飯を作った時は中華鍋を使ったが、モデルとなる店ではおばちゃんが普通にテフロンフライパンで作ってたんで、俺も例に漏れずそうしよう。いつもの癖で油はちょっと多めに入れてるが、あっさりさせたい場合はもっと油を減らして大丈夫や。まずはじゃこを軽く炒めて香りを引き出す。しばらく炒めてるとじゃこのいい香りが立ってくる。そのタイミングで米を投入。冷や飯だとほぐれにくいんで、米は温めておくように。米全体に油を絡ませたら、ある程度米がほぐれるまで炒めていく。前回の焼き飯動画でパラパラにするコツを説明したが、テフロンフライパンでもやり方は変わらん。米を薄く広げてしばらく焼き付け、そして返す。これを何度か繰り返すだけ。鍋の温度が下がるので、家庭のコンロの火力の場合むやみに煽りすぎないこと。焼き飯はその名の通り飯を焼け。ほぐれてきたら味付けといこう。白だし大さじ半。今回は和風焼き飯なので、味のベースは和風だしでいく。そして酒を大さじ半。炒めて失われた水分をここで戻すことで米がふっくら仕上がる。調味料を絡ませたら刻んだネギと梅干しを投入。具材を全体にさっと絡ませる。今回の具材やがじゃこと梅干しの塩分が結構強いんで、塩などの調味料は最小限に。最後に味見して塩気が足りなかったら足すぐらいでちょうどいい。具材が全体に絡んだら最後の仕上げに醤油小さじ1を鍋肌に。味付けというより香り付け目的なんで、ほんのちょっとでいい。味ムラができないように素早くかき混ぜる。よし、そろそろ頃合いだ。盛り付けといこう。仕上げにごまをたっぷり振りかけて、刻んだ大葉を飾れば完成。和風焼き飯。いただきます。冗談抜きでむちゃくちゃうまい。俺の数ある焼き飯レシピの中でもトップ3に食い込む勢いなんだが、香ばしいじゃこの香りとうまみ、大葉の清涼感、そして梅干しの酸味が食欲をそそり、実にいいアクセント。マジでこの梅がいいしのぎしてやがる。梅、しらす、大葉、こいつらの相性の良さは俺でも嫉妬するほどだ。焼き飯といえば中華風のこってりした味付けが定番だが、あっさりした和風の焼き飯も実にうまいな。食欲がない時や夏の暑い日でもこれならガンガン食えるわ。しかしこの味付けと食材の組み合わせ、いろいろ応用が効きそうだ。米をパスタに変えればそのまま和風パスタにできそうやし、
この焼き飯にだし汁をぶっかけて梅茶漬けにしてもうまそうや。今度やってみよっと。あっちゅう間に完食。まだまだ食いたい。今回唯一の後悔はこの3倍の量で作らなかったことやな。ごちそうさまでした。